このビデオでは私が出版した本エントロピーの理論のプレゼンテーションを行います。エントロピーとは何なのか、エントロピーにはどのような法則があるのか、その法則は熱力学の対象を超えて適用できるのかといった問題を取り扱います。第1章、エントロピーの熱力学的定義。エントロピーという用語は、ドイツの物理学者ルドルフ・クラウジウスが、それ以前に発見されていたエネルギーという用語に似せて、1865年の論文で命名したものです。エネルギーという用語は、中にという意味のギリシャ語の前置詞エンと、仕事を意味するギリシャ語エルゴンから作られました。同様にエントロピーという用語は、中にという意味のエンと、変化を意味するギリシャ語トロペーから作られました。つまり語源的には、エネルギーが仕事の本質という意味であるのに対して、エントロピーは変化の本質という意味なのです。変化といっても、クラウジウスが念頭に置いているのは熱力学的な変化です。今、理想気体のシステムに微小な量の熱を加えることで、純静的に、つまり平行状態を保ったままゆっくりと起きる変化を考えてみましょう。変化として2種類を考えることができます。一つはシステムの温度が上昇する、すなわち内部エネルギーが増えることです。もう一つは体積が増大する、つまり外部に対して仕事をすることです。その関係を式に表すとこうなります。左辺の D'Q はシステムに流入する微小量の熱で、単位はジュールです。右辺の Du はシステムの温度上昇に伴う内部エネルギーの微小な増加量を表しています。クラウジウスの時代、内部エネルギーがどういうものかわからなかったので、わからないという意味のドイツ語、unbekannt の頭文字を取って U と表記したのですが、今ではその実態は気体分子の運動エネルギーと認識されています。そしてもう一つは膨張による仕事です。これは体積の微小な増加量 dV 立方メートルに圧力 P パスカルをかけることで求められます。この等式はエネルギー保存則、別名熱力学第一法則により成り立ちます。Q の前に D ではなくて D' がついていますが、これは Q が U や V とは異なって状態量ではないからです。状態量とは途中の経路に依存することなく、状態によって一義的に定まる量です。その変化量は最初と最後の状態だけ見れば計算できます。それは例えるなら、預金残高のようなものです。今、先月末の預金残高が100万円で、今月末の預金残高が101万円としましょう。熱の出入りはその間の入出金に例えることができます。1ヶ月の間に入金が1万円あっただけかもしれません。あるいは入金が101万円で出金が100万円であったかもしれません。途中の経路がどうであれ、預金残高が先月末100万円で今月末101万円なら、1ヶ月の収支が1万円の黒字であることが確定します。その増加額は少額ですが、入出金は右のケースを見てもわかる通り、必ずしも少額とは限らないことに注意してください。数学では D は無限小の差を表す記号ですが、プライムをつける場合は
必ずしもそうではありません。熱の出入りを入出筋に例えることで、そのことを理解してもらえたと思います。元の式に戻りましょう。Q は状態量ではないので D' がついています。このままでは積分可能ではないので、この式を積分可能な微分方程式に変形しましょう。まず、内部エネルギーは物質量が変わらないなら絶対温度に比例するので、定積熱容量 CV を使ってこう変形できます。T はシステムの絶対温度です。次に気体の状態方程式 PV=nRT の両辺を V で割ってこう変形します。N は気体分子のモル数で R は気体定数です。この2つの式の右辺を最初の式の赤色で示した du と p に代入します。すると d'Q イコール CVdt プラス v 分の nRtdv となります。次に両辺を t で割るとこうなります。なぜ t で割ったかというと、こうすることで微分方程式が全微分形になるからです。全微分形であるための必要十分条件はこれです。dt の係数 t 分の cv の t を固定して、つまり定数とみなして v で変微分した値が dv の係数、つまり v 分の nr の v を固定して t で変微分した値と同じになります。つまりどちらも0になるということです。全微分形ということは積分可能ということなので t 分の d'Q を ds と置き換え s へと積分することにしましょう。実はこの s こそがエントロピーです。なぜエントロピーを s で表すか、理由は定かではありませんが、クラウジウスがサディ・カルノーに敬意を表してその頭文字を使ったからだというのが有力な説になっています。記号の由来はともかくとして S を求めるための不定積分を行いましょう。まず定数である定積熱容量と NR を外に出します。するとどちらもマイナス1乗形になったので積分すると自然対数になります。Ln はネイピア数 E を定とする自然対数ナチュラルロガリズムであることを明示した記号です。最後の C は不定積分です。このエントロピー S は経路に依存しない状態量ということなのですが、具体的にどのような状態を指し示す概念なのかを次に考えましょう。といっても t と v の両方を動かすと話が複雑になるので、ここでは t を固定して v だけ変化させる場合を考えます。つまり外部から熱をもらいながら、温度を一定に保ったまま体積を準静的に増大させるという場合を考えるのです。この場合1行目の微分方程式は赤く記した dt が0になるのでこういう単純な形になります。体積が V1 から V2 に増大するときのエントロピーの変化量を定積分で求めるとこうなります。次に分子の数を m、アボガドロ定数をラージ N、ボルツマン定数を K とすると N イコールラージ N 分の M、R イコールラージ NK という関係が成り立ちます。定積分の式の赤字で書いた N と R にそれぞれ代入するとラージ N が消えてこうなります。M を真数に繰り込み、それを W とすると有名なボルツマンによる定義の式となります。ボルツマンは統計力学のパイオニアでエントロピーを統計力学的に定義した式
S イコール K ロッグ W は、この写真に見られる通り、彼の墓石にも不朽の功績として刻まれています。この定義がなぜ統計力学的であるかを説明しましょう。W の具体的なイメージを持ってもらうために、V2 は V1 の2倍で M を100とします。つまり100個の気体分子が入ったシステムの体積が2倍になると考えるのです。この模式図は縦10、横10、全部で100ある部屋に100個の分子が1つずつ入っている状態を表しています。入れ方は1通りしかありません。体積が2倍になり、部屋の数も2倍になりました。左上の赤枠に注目してください。気体分子は左の部屋と右の部屋のどちらかに入ることができるとします。ここの分子もそうです。全体の場合の数は2通りを分子の数だけかければよいのですから2の100乗通りとなります。体積が2倍になったことで分子の配列方法の数はそれだけ増えたということです。一般化して言うなら W とは気体分子の存在の不確定性、システム論の用語を用いるなら複雑性を表しているということができます。今回、等温で体積が増大する事例を取り上げましたが、透析で内部エネルギーが増大する場合も、温度が上昇すれば、気体分子の運動がより活発になり、気体分子の存在の不確定性が増大するのだから、同じことが言えます。そしてエントロピーが W の対数であるということは、エントロピーとは複雑性の対数ということです。定性的に大雑把に言うと、エントロピーは複雑性と同様、不確定性の度合いを示す状態量であるということです。第2章、エントロピーの法則の導入。熱力学にはエネルギーとエントロピーに関して2つの法則があります。クラウジウスは1865年の論文で2つの法則を簡潔にこう表現しています。一つはジュールの法則で The energy developed is constant。世界のエネルギーは一定であるというものです。もう一つはカルノの原理をエントロピーという造語を使って表現したもので Die Entropie der Welt strebt einem Maximum zu。 世界のエントロピーは極大へ向けて増大するというものです。これらは今日熱力学第一法則と第二法則と呼ばれています。第二法則をもう少し誤解を招かないように現代的に定式化すると、孤立システムのエントロピーは不可逆変化によって増大するとなります。エントロピーは可逆変化では変化しないのですが、現実における変化のほとんどは不可逆変化です。可逆変化を含めた場合でも、孤立システムのエントロピーは少なくとも減ることは絶対にないということです。孤立システムとは何かに関しては、この模式図を見てください。環境との間でエネルギーの出入りも物質の出入りもないのが左の孤立システム、Isolated System で、エネルギーの出入りだけがあるのが中央の Closed System、閉鎖システムで、物質の出入りまであるのが右のオープンシステム、開放システムということです。閉鎖システムや開放システムではエントロピーが減ることもありますが、環境においてそれ以上のエントロピーが増えるので、全体としてエントロピーは必ず増えるということです。
このことを簡単な計算で確かめましょう。今、孤立システムの中に2つの閉鎖システムがあって、温度 TL ケルビンの低温システムが温度 TH ケルビンの高温システムから微小な熱量9ジュールを受け取ったとします。熱量が微小であるため、システムの温度の変化は無視できるものとします。すると、受け取った低温システムでは、エントロピーが TL 分の9増え、熱量を与えた高温システムでは、エントロピーが TH 分の9減ります。合計は2つの分子が同じで、分母は TL の方が TH よりも小さいので、必ず正になります。故に、熱力学第二法則が成り立っていることが確認されました。ここからもわかる通り、熱力学第二法則とは、熱は高温から低温に自然と移動するが、逆の移動は決して自然には起きないという誰もが知っている事実を法則にしたものです。不等式を変形すると、高温システムでのエントロピーの減少よりも、低温システムでのエントロピーの増大の方が大きいことがはっきりします。このことは、閉鎖システムのエントロピーを減らすには、より多くのエントロピーを環境において増やさなければならないということを物語っています。開放システムについても同じことが言えます。統計力学的には、エントロピーとはミクロな存在の不確定性であると前の章で言いました。この意味でのエントロピーは、熱の流出入に変化がなくても増大することがあります。例えば、水槽の中に水槽と熱平衡状態にある赤インクが存在する場合を考えてください。閉鎖システムならそのままですが、開放システムならしばらくするとインクは水槽内で広がり、全体がピンクとなります。インクの存在の不確定性が増大したということです。このエントロピーの増大も不可逆で、インクが再び一箇所に集まるということは自然には起きません。エントロピーはもともと熱力学から生まれた概念ですが、統計力学的解釈を経て、適用範囲が熱力学の対象以外にまで拡大されました。例えば今日、情報理論の分野でもエントロピーという概念は使われています。適用範囲を広げた熱力学第二法則をエントロピーの法則と呼ぶことにしたいと思います。次の章ではエントロピーの法則を私たちに適用することを考えたいと思います。第3章、エントロピーの法則の適用。私たちは生命システムです。では、生命とは何でしょうか。生命の本質的要件の一つに代謝があります。代謝がなぜ必要であるかもエントロピーの法則で説明できます。生命システムは開放システムなのでエネルギーの出入りに加え物質の出入りもあります。生きていく、つまり生命システムのエントロピーを低く維持するためには低エントロピーな食料を環境から摂取し、高エントロピーな排泄物を環境に捨てなければなりません。環境でより多くのエントロピーが増えているからこそ、生命システムのエントロピーを減らすことができるということです。生命システムは物質システムであると同時に
情報システムでもあります。コンピューターを使っている皆さんはよくご存知かと思いますが、情報量はビットという単位で計測されます。この動画ファイルは 1GB というように、私たちが普段使っている単位はバイトですが、1バイトは8ビットに相当するので、最小の単位はビットと言って良いでしょう。ビットは Binary Digit を縮めて作った言葉で、日本語に訳すと二進法の数字ということです。二進法で情報を伝えるということは、モールス信号のように2つある選択肢のうちどちらかを選ぶことで複雑性を縮減するということです。つまり0または1かつ0または1かつという各選択肢からそれぞれ1つずつ選ぶのだから m 桁の場合複雑性は2の m 乗となります。複雑性が多ければ大きいほどそれを縮減する情報の量が大きいということになるので、複雑性と情報量を同一視することができます。厳密に言えば情報は複雑性を縮減するのですから負の値を取るはずなのですが、絶対値で表記することが慣例となっています。情報理論の考案者であるクロード・シャノンが定義した平均情報量はこうです。確率の対数に確率をかけて合計して値を正にするためにマイナスをつけています。マイナスを対数の進数に繰り込むと逆数になります。赤色で記した確率の逆数は複雑性と解釈できるので、複雑性の対数がエントロピーであると言えます。不確定性が増大すると確率は小さくなり、その逆数は大きくなるので、エントロピーも大きくなります。そしてエントロピーが大きければ大きいほど、それを縮減する情報の量は大きくなります。この点でエントロピーの法則が成り立っていると言えます。私たちはそれぞれが情報システムであると同時に、社会システムというより大きな情報システムをも監視官的に形成しています。以前のビデオ、社会システム論の構図でも述べたように、社会システムとはダブルコンティンジェントな複雑性を交換媒体を通して縮減するシステムです。エントロピーの法則は社会システムにも当てはまります。すなわち、社会的エントロピーが増えれば増えるほど、より大きな社会的エントロピーを縮減できるということです。ここから帰結する命題は、市場原理は市場原理であるということです。前回のビデオ、市場原理は市場原理かでも述べたように、市場原理を採用するということは、市場経済、民主主義政治、表現の自由を採用することです。個人に最大の自由を認めることで、さまざまな試行錯誤をさせ、増大したエントロピーを市場原理で淘汰させ、縮減することで、社会の進化を促すことができます。このように市場原理が市場原理である理由もエントロピーの法則で説明できます。私の著作エントロピーの理論は、エントロピーの概念を意識や社会といった物理学の範囲を超えた領域に適用することで、総合値としての哲学の新たな可能性を試みています。興味のある方はお読みください。